盆栽からしたらもったいない。松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷養泉4代目北谷隆一です。今回もFacebook で以前呼びかけましたこの YouTube の、チャンネル登録者さん勝手に塾生さんと呼んでいるんですけども、その方の、ご相談にお答えするというコーナーで今からまたやっていきます。今回もその塾生さんの盆栽を診断していきます。では、イプさんですかね、香港の方で、盆栽の初心者の方ということなんですが、黒松を持ってらして、質問として黄色いところが多くなりました。病気ですかという質問なんですけども、はい、今写真に載ってるみたいにその葉っぱが綺麗に黄色じゃなくてまだらに黄色になってますね。この特徴があるというのは結構考えられるのは一つだけなんですけども、で僕の答えが、これは多分ダニにやられていますねと。今探してみてダニがいないのならこれ以上悪くなりませんという、返答なんですけども、ちょっと違う写真でも、はい、これもねまだらになってますが、今探してダニがいないのならこれ以上悪くなりませんという言葉は、今が時期が質問された時が冬なんですけども、基本冬はダニはいないです。だいたい暖かい時期だけ、春から秋なので、冬の段階でもうダニが今いないんだったらこれ以上やられることはないです。それこそ暖かい時期、これ多分ダニにやられてた最中は結構目で見えてかなり小さいんですけども、見たら確認できるような感じでダニがおったと思います。赤っぽかったり黒っぽかったり、ダニも種類は一つじゃないとは思うんですが、それがおるとその葉っぱから栄養分取るんでしょうね。で緑色の綺麗な葉っぱがだんだんこう吸われたとこだけ黄色くなったり色が悪くなったりするということですね。だからいればどんどんねそういう色の悪さが進んでいきますけど、もういなかったらもうこれから冬なんでね、次の暖かい時期まではもうこのまんまと。でさらに質問されたんですが、この殺菌剤は効果ないですかということで、写真でいただいたんですけども、その赤いスプレーの方、大きい方、こういう虫とか病気でスプレーしても今ダニがいなければ、もうあとは葉っぱの回復だけの問題なんで、もう効果はないでしょうと。で、予防としてその冬、大体20度を下回ったぐらいですね、最高気温が。その頃から使える薬剤が石化養合剤っていうのがあるんですけども、それが殺菌効果と、あとダニ予防とか、他の虫にも直接殺すっていうんじゃないんですけど、寄せ付けないようにするような効果だったと思います。そういう効果のある薬を今かけとけば、次のそのダニにやられないようなそういう予防対策として、はい、これ写真見たら殺虫剤の横に小さい小瓶が写ってるんですけど、これどうも石化養合剤らしいです。はい、でこれをどうかけたらいいかという話なんですが、20倍希釈、はい、1リットルだったらそうですね、20リットルの水溶液に20リットルの水に1リットルの薬剤入れるみたいな、そんな感じですね。で時期的には12月に1回やって、次2月ぐらいにやればかなり効果が大きくなりますね。ほんまにその薬剤のプロの人がどういうふうに書いとるかは知らないんですけど、いろいろうちでも研究してみまして、12月1回だけやってた年なんかはわりかしダニはダニ剤でやるんでそっちは大丈夫だったんですけども、
菌にやられる年があったんですね。でその時が、1回しかやらなかった時期だったりすることが多かったんで、その後12月と2月に2回やるようになってから、そういう菌にやられる度合いが減ったので、まあうちは最近はこの12月2月で2回でやってます。はい。あ、でまあそうですね。ちょっと写真戻すんですけども、これ葉っぱの色が今悪いんですけども、じゃあこれいつになったら治るのかという話もありまして、で今もう傷んでるというか色の悪い葉っぱはもうこれ以上良くなりません。でじゃあ綺麗にならないのかというとそうでもなくて、その、真ん中の葉っぱの真ん中にろうそくのような芽があるんですけども、それが春からだんだん大きくなっていって、まあ大きくなってさらにそこから葉っぱが新しく出るんですけど、その葉っぱがまあ綺麗な葉っぱ、当然何もやられてなければ綺麗な葉っぱとして出てくるんで、それにその次の葉っぱに期待というか、だから次はもうその出た葉っぱにダニがすぐねつかないように、まあ先手先手を打って、まあ、ダニの予防剤をまあ散布しとけばあのいいだろうという、はい、まあ石灰予防剤もやればね、そう簡単にダニはつかないとは思うんですが、まあ4月5月あたりはつきやすいんで、まあ、その手前、そうですね、4月の中旬ぐらいにはダニの予防剤かけとけばいいかなと思います。で、被害が起こる前、ダニがその発生する前にやるんだったら、そのダニの卵をね、殺すダニ剤みたいなのもあるんで、成虫に効いたり、卵に効いたりいろいろあるんで、まあ、そこら辺は手前だったら卵に効くような、でもうダニが大発生してたら成虫に効くような殺ダニ剤言うんですけど、そういうのを選んでいただいたらと思います。はい。まあ、この葉っぱの色の悪いはとりあえず一旦それで区切りまして、でもう一つ質問を重ねていただいてたんですけども、まあ、以前その動画で、種からその小さい盆栽ですがその太らしていくというような、9年ぐらいでこんだけ太りますよみたいな動画を上げたんですけども、まあ、写真のようにその幹をね太くする方法はという質問をいただいてお答えしたのが、種をまいた時から芯を切らずに伸ばし続けるとその線状は太くなります。線状ライン状というか、はい、だから種まいて最初1本だけぴょんとかわいい芽が出てくるんですけども、その中心の芽を大事にというかもう切らずに、脇に出てきた芽はまあ盆栽になるようにその都度切ってやったり置いとってやったりしたらいいんですけども、なるべく真ん中の芽はずっと伸ばし続けてやるとその線状は太りやすくなります。でまっすぐ伸ばしたんでちょっと盆栽しにくいんで、ある程度の太さになったら針金で曲げてやったり、幹自体をですね曲げてやったりするとより綺麗な盆栽になりやすいですね。はい、でまあ9年でここまで太くなりましたと。でずっと植え替えしないんですかという質問もいただいたんで、いやいやそうじゃないですよと、間に2回植え替えしましたよというお答えもいたしました。で黒松は成長は時間がかかりますねというようなお話もしてみたり、そう臓器なんかに比べたらちょっと黒松の成長はちょっとゆっくりしてるかもしれませんね。はい、はい、今回は以上です。香港の方からのご相談を受けてのその、やり取りをちょっと動画でまた上げさせていただいたということで。で、この動画見てまた私の盆栽も診断してほしいという方がおられましたら、僕の名前ね、漢字で北谷隆一でもいいんですけど、ローマ字で隆一北谷と打っていただいて、Facebook で探していただいて、そこからメッセンジャーで相談していただいたら、僕の空いた時間にそのご相談に乗れることもあろうかと思います。はい。
で、よかったらまたこうやってね、YouTube で皆さんのお困りごとの助けになるように動画上げてもいいですかって多分僕は質問するんで、よかったらいいですよと言っていただいたらありがたいです。盆栽からしたらもったいない北谷4世4代目北谷隆一でした。チャンネル登録お願いします。